皆さんこんにちは、ピノミです。本日はニキビが原因でたくさんできてしまったニキビ跡についてお話をしていこうと思います。もし今現在ニキビ跡に悩んでるよって方であったり、これからニキビ跡の治療について考えている方いらっしゃいましたら、今日の動画参考にしていただけたら嬉しいです。遡ること中学生の思春期真っ盛りの頃から顔中に赤ニキビからあと膿がたまる黄色ニキビっていうのが顔中にできてしまって、私の10代と20代前半っていうのはまさにニキビと共に過ごした半生というか人生だったんですね。当時ニキビが出たら皮膚科で治すっていう概念すらなくって、ニキビが出ても特に治療薬とか薬っていうのを塗るわけでもなく、もう本当に最悪で、例えば黄色ニキビで膿が出た時っていうのは私これ潰したりしてたんですよね。もう一番やってはいけないことをしていました。その結果ニキビが落ち着いた頃には特にこの両こめかみと頬にクレーター跡っていうのが結構残ってしまったんです。これ実際の写真なんですけど、写真で見ると深さがあるクレーターってわかりますよね。例えばおしゃれなレストランとかお店って薄暗い中で上からの間接照明が当たって強調することってよくあるじゃないですか。このクレーター民にとって上からの間接照明とか横からの照明当たってしまうとクレーターの凹凸が映し出されてしまって余計目立ったりして、もはや照明っていうのは私の敵だったんですよ。もうコンシーラーとかではクレーターに深さがあったから隠しきれないっていうことがあったんですね。これなんか共感できる人もしかしたらいるかもしれないです。なんだかんだニキビ跡治療ですね。私の場合はニキビ跡っていうのが赤みとか色素沈着っていうのはほとんどなくって、だいたい肌にへこみができてしまうクレーター跡がほとんどだったんですけど、その重い腰を上げてやっと治療を始めたわけなんです。一番最初に少し残酷なお話をしていくと、ニキビ跡治療を何年もお金をかけてやってきたからこそ実感してるんですけど、完全に元のフラットな状態に戻すのって正直難しいって実感しているんですよ。こうやって言ってしまうとクレーターに悩んでいる同じ仲間ですね、皆さん見ていただいている視聴者さんにはおそらく絶望しかないんじゃないかなとは思うんですけど、治療すること自体に全く意味がないってわけじゃなくって、ほとんど目立たないところまで持っていくっていうのはいろいろ方法があると思っていて、あとはなるべく効率よく目立たなくさせるところまで持っていくっていうのが大事なんじゃないかなと思ってるんですね。では何が大切で治療に必要かというと、これまで私が行ってきた治療っていうのを振り返ってみたんですね。それで効果があってとても大切だなって思うことが、とにかく肌を傷つけて新しい傷をつけてあげて凹凸を目立たなくさせてあげる、そういった作業っていうのが大事だと思っていて、さらに付け加えるとクレーターのへこみっていわばへこみの部分が下に癒着してる、くっついてる状態なんですけど、そこを最初に引き上げることによってぐっと改善の速度が上がってくるっていうのが、これは私が実際に同じ治療を受けて実感したところで、なぜそう言えるかというと、まず最初にほんと一番最初のクレーター治療を受け始めた一番最初っていうのがダーマペンを数回して治療を始めたんですよ。ただその時はニキビがたくさんできてたことによってざらついていた肌とかが良くなったりして、肌質改善っていう意味では結構効果あったなーって感じることはできたんですけど、クレーターとへこみに関してはやっぱ感じた効果っていうのがいまいちだったんですね。このダーマペンあと何回治療続ければこのへこみに対してうまく効果が出て実感できるんだろうなーって考え始めると、なんていうか若干の絶望じゃないけどやっぱ金額もしますし、結構気の遠くなるような感じがしたんですよ。そこで一旦ニキビ跡治療について改めて調べ直してみて、治療のアプローチって他にどんなものがあるんだろうなって調べた時に、そこで出会ったのがサブシジョンだったんですね。このサブシジョンってどのような治療方法なのかというと、クレーター跡ってこのへこみの部分っていうのが真皮層まで癒着している状態なんですけど、その癒着している部分を引き剥がしてあげてへこみを改善していく治療なんですね。想像してほしいんですけど、癒着してくっついている状態にダーマペンとかポテンザとか、あとフラクショナルレーザーとか
そういった治療で新しい傷を上書きしていくような治療を最初にしていくよりも、最初にサブシジョンなどで癒着している部分をまず剥がしてあげて、浮かせてあげた後に、そういったポテンツァとかダーマペンなどといった治療で肌のダメージを与える、いわば新しい傷を上書きしていってあげる方が、効果っていうのは出てくるってなんか想像できますよね。その結果、私自身、サブシジョンを1回行っただけでも、個人的には結構大きな目に見える効果っていうのを得ることができて、そして何よりですよ、このサブシジョンを行った後っていうのが、癒着していた部分が剥がれやすくなったおかげか、その後の1回1回のダーマペンをしていた時とかの治療で得られる効果っていうのが、以前よりも大きくなったなって感じられるようになったんです。ここで言う効果っていうのは、そのクレータートに対する治療の効果っていう意味です。クレーターには、大きく分けて3種類あって、ローリング型とアイスピック型、そしてボックスカー型と呼ばれるものがあると言われています。その中でも私のクレータートっていうのがほぼこのローリング型っていうものだったんですけど、特にサブシジョンっていう治療はこのローリング型とボックス型っていうのに効果的だと言われていて、逆にアイスピック型にはあまり効果がないと言われています。サブシジョンもそうなんですけど、私すでにクリニックとセルフなんかでダーマペン20回以上してるんですよ。それでも私の顔にあるアイスピック型のクレーターっていうのにはほぼというか全然効いてなくって、やっぱ本当に効かないんだなってなんか実感できてるんですよ。幸い私の顔アイスピック型のクレーター1個2個ぐらいしかないので、どうしても治療後回しになってしまうんですけど、それでもやっぱ気になっているっていうのは事実です。なので私の実体験から言えることは、クレータート、特にローリング型とボックス型のクレータートに関しては、この治療のアプローチとして最初にサブシジョンなどでこの真皮に癒着した部分っていうのを剥がしてあげた後に、次に例えばダーマペンとかポテンツァなんかで新しい傷をつけて上書きしてあげるっていう治療こそが一番効果的ですごい効くんじゃないかなって私の実体験ですね。もう本当に自分が感じてる効果としてこれ一番言えることだと思っています。今でもニキビ予防とアンチエイジングの目的で夏以外は毎月ダーマペンやっているんですけど、治療前と今の比較してみると、もちろんだいぶへこみ改善されて綺麗になったなっていうのはもう本当に自分でも実感はしてるものの、これでもやっぱ完璧に平らになったわけじゃないし、もう元の平坦の状態にするっていうのはやっぱとっても難しいって実感していて、今でもこの上とか横からの間接照明に照らされたり、あと角度によってはまだへこみっていうのが目立ったりするんですよ。たまに自分の写ってる写真とか見ると、あ、へこみ浮いてんじゃんなんてちょっと思ったりもするんですね。これはもう一度でもクレーター跡ができてしまった人の宿命ではあるので、私的にはもう少し目立たないところまでやっていきたいなっていう気持ちがあるので、結構やる気で燃えています。はい、これからもニキビの治療やニキビ跡の治療についての動画をたくさん配信していこうと思いますので、もし本日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。